ゴーマニズム宣言スペシャルコロナ論、小林義則。小林義則さんより以下の発言がありました。Google ニュースで8月21日朝出てたのですが、すぐ消えてしまい、見えなくなってしまったので、見てない方のために、ここに記録いたします。過去の抹消を始めたモーニングショー。コロナ論が許さない。明日発売。8月19日朝の羽鳥慎一モーニングショーで、とんでもない捏造がありました。番組中、PCR 検査について、羽鳥と玉川オールの間で、こんなやりとりがあったのです。羽鳥、玉川さんだって1億3000万人に全員検査しろと言っているわけじゃなくて、玉川、本当にね、未だにそんなこと言っていると思われているということが心外ですよ。羽鳥、玉川さん、それは言ってないですけれども。大嘘です。玉川徹は4月30日の放送で、8時50分頃から約4分間にわたって、日本の全国民に週1回、合計3度の検査を受けさせるべきだという提言をしています。番組では、イギリスの公衆衛生の専門家約30人が、全国民に毎週1回の PCR 検査を、と提言したことなどについて触れ、その後で玉川が発言をしています。煩雑ですが、中略したり要約にしたりすると、つまみ食いだだの、曲解だだのと言われるので、すべて文字起こししました。今のところ日本とかが取っている戦略、まあイギリスもそうなんですけど、全員の検査が今のところできないので、事前の策として家に閉じこもるっていう方法を取るしかないんですね。その感染を広げないっていう意味で言えば、感染している人と感染してない人の接触を断つしかないんですよ。これはもう絶対の真理なんですね。で、今は全員の検査ができないので、誰が感染者か結局わからないので、みんな家に閉じこもりましょうって、こういう戦略なんです。だけどこの戦略は弊害があって、経済が止まるんですね。それから経済が止まるだけじゃなくて、家に閉じこもるってことで仕事がなくなる人には財政負担をしなければいけないわけですよ。これ非常に国にとっても重いことなんですね。でも仮にですよ、仮にこの全国民に検査できたとしたら、どういうことが起きるかというと、例えば全員に週1回 PCR 検査をするとしますよね。そうすると、まず週1回の全国民の検査で、それで陽性者とそうじゃない人が出ます。で、陽性者に関しては、この中の多分半分くらいは無症状ですよ。だから症状がある人だけ検査しても、実は感染が広がるっていうのはこういうことなんですけど、まあ陽性になった人は全員隔離すると、自宅とかそれから施設とかね。で、そうして隔離すると、そっからはもう移らないですよね。で、感染してない人は経済活動を普通にしていいってことなんです。だから経済活動は止まんないし、みんな家にいてくれじゃないから。まあ今日本だと10万円みんなに払いますけど、この10万円の財政負担もいらないんですね。で、これを仮に毎週1回ずつ3回繰り返すのが、まあ2週間ずつ空けてもいいと思うんですが、3回繰り返すとすると、検査の偽陰性の問題もかなり解消されると思うんです。3回やれば。だから、実はこれが可能だったら、非常に経済にとってもいいし、みんなもその家にいる必要もないので、ストレスもないしね。いろんな意味でいいんですよ。実はこれが可能だったら。で、PCR でやるとなかなか難しいです。で、私考えたんですけど、一昨日にモーニングショーで、迅速検査キットで抗原を調べるキットが開発中だって言いましたよね。つまり、インフルエンザの検査と同じで、まあ、
インフルエンザの場合は喉の中ですけど、この後出てくる唾液の中にも含まれているとすれば、そういう風なものを調べて、その中にウイルスがあるかどうか、15分で簡単なキットで調べられるようになれば、これを国民全員でやればですね、経済止める必要ないんじゃないかと。で、あとはコストなんですよ。で、僕ちょっとインフルエンザの迅速検査キットってどれくらいのコストがかかってるのか調べてみました。そしたら、患者さんが払う分3割負担と、病院が保険からもらえるお金と合わせると、だいたい6000円から7000円ぐらいです。で、この新しい新型コロナに対しての抗原キット。これが仮に計算しやすくなって1万円だとしますよね。そうすると、全国民で1兆3000億円です。で、3回繰り返しても4兆円にならないわけですね。そうすると今回政府が国民全員に10万円パイることで12兆円から13兆円かかっちゃうわけですよ。じゃあ仮に秋とか冬に第2波が来た時にまたステイホームしますかって話なんですね。で、ステイホームする代わりに全員の検査が可能になったら、それは新たな戦略として取れるんじゃないかと。なので、イギリスとかアメリカの感染の専門家がそういうことを言っているんだと私は思うんです。これちょっと議論必要だと思うんですが、どう思いますかね？皆さん、これ。仮にですよ、と言いながら、全国民検査が有効だと言い、その上で具体的に実行する方法まで提案し、これを議論すべきだと言っているじゃないですか。それを全国民検査しろなんて言ったことはない。卑怯者。これがテレビというものです。テレビの発言なんかあっという間に消え去って、誰も覚えていないと高をくくっているのです。モーニングショーがコロナのデマ恐怖を煽り立て、日本の経済、文化社会を破壊したことなど、みんな忘れると思っているのです。そうはいかない。その悪行はコロナ論という書籍に未来永劫残るのです。ゴーマニズム宣言スペシャルコロナ論、ついに明日8月22日発売です。